元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は薪ストーブ製作の第一歩としてこの耐熱ガラスをカットしたいと思います。そしてガラスカッターを購入しました。ガラスカッターは安いものだと700円800円ぐらいであったんですけど、これは日本製の1700円のものを購入しました。今回購入した耐熱ガラスが2800円もしてるので、これで両方ダメだったらすごいショックが大きいので、信頼性として日本製を選びました。このガラスカッターに書いてあるのでは、普通ガラス、すりガラス、網目入りガラスのカットができますと書いてあります。で、強化ガラスはできませんよっていうふうに書いてあります。そして耐熱ガラスにも3種類あって、直火用と天日用と熱湯用というのがあることが分かりました。なので購入する時には薪ストーブ用もしくは直火用というものを購入しないと、結果的には割れてしまう可能性が高いということも分かりました。で、今回購入したこの耐熱ガラス、使用温度が最高で700度、通常使用で600度までが OK というものなんですけど、それであったとしても薪ストーブの内部の熱を急激に熱くしすぎると、外側の面との温度差が発生して割れることもあると思います。なので薪ストーブを使う時にはゆっくり温めていく方がいいんじゃないかなと思いました。今回のカットで用意したのは、まず耐熱ガラスとカッティングボード、ガラスカッターと裏に滑り止めがついている物差し、ガラスカッターに入れるオイルが専用のものか灯油とか機械油を入れてくださいっていうふうに説明書にあったので、うちにあったのがお手入れ油、錆止め用のオイルです。サラサラしている方がいい書いてあったので、これは結構サラサラしているので大丈夫かなと思います。それと割る時に使う板の厚さと同じ厚さの 5.5mm のベニヤ合板を用意しました。練習なしの一発勝負です。最初にガラスカッターにオイルを入れていきます。専用のスポイトも入っているんですけど、直接入れれる形をしているので入れちゃいます。このキャップは使用する時にはオイルの流れがいいように緩めて、使わない時はオイルが漏れないようにきっちり締めます。ガラスカッターを持つ時は鉛筆を持つようにして、このタイプだとこのネジがある方を上でまっすぐスーッと引く感じだということです。いきます。きれいに筋入りました。ゴム手袋をして作業します。裏からここをコンコン叩くといいらしいので、ある程度強く叩くとこんな感じで先に割れ目が入りました。叩いたのはこの筋を入れたところ、ここを叩きました。なんかうまくいきそうな気がします。ベニヤを乗せて割る位置に合わせていきます。おお、うまく割れました。よかった。この割れた小口のところは怪我しやすいので、
砥石を使って角を取っていきます。検証結果として耐熱ガラスもガラスカッターで割れます。ポイントはまっすぐきれいに筋を入れることもそうですし、割る前に裏からトントン叩いて先に衝撃である程度割れ目を入れておく、これ結構有効だなと思いました。実際力を入れなくても簡単に押すだけでパキッといったので、事前に勉強した甲斐がありました。是非参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。なんとか購入したガラスもガラスカッターも無駄にせずに成功することができました。これで薪ストーブの製作の第一歩の難関を乗り越えた気がします。モットチャンネルではこのようなチャレンジ動画、制作動画や軸制作の解説動画を配信しています。またモッツ工房では家具や雑貨、キャンプ道具などの制作動画を配信しています。こちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。よかった。